がね、乳がんの再検査になって、精密検査になってしまって、家なき子で乳がんみたいな、乳がん治療みたいな感じで、実はね、実はね、乳がんの再検査になって、精密検査になってしまって、で最終的な結果がなんとね、初めね、10月30日に出発する予定だったのに、最終的な結果が10月26日に出るっていう、ちょっとギリギリすぎるじゃないですか。それまで私ちょっと出れるのか出れないのか、でももうマンションは出ること決まっちゃってるから、私このまま乳がんだったらね、家なき子で乳がんみたいな、乳がん治療みたいな感じで、いろんなことを想定しながら、じゃあどうやって治療するのかとかいろいろ考えながらね、いろんな想定したんですよ。すごいね、すごい凄まじい判断力でね、こなしてたんですけど、でね、胸に注射ってね、胸ってかなり柔らかいでしょ。抵抗力ないじゃないですか。センシティブな場所だしね、デリケートな。そこで針刺すんですよ。マジでね、結構ね、痛くてね、本当にね、でも看護師さんが手を握ってくださっててね、なんか耐えられるレベルなんだけど、かなりきつかったんですよ。で私、2箇所ね、針でね、細胞取らなきゃいけなかったんで、結構痛くてね、頑張りました。で、しかもね、私の場合ね、場所的にもし乳がんだったら全摘出って言われてたんですよね。で、一応取ってね、結構血が出たんですよ、2箇所も取ったから。一生懸命気をつけてたんですけど、血が出て、で、1日落ち着いたかなと思って、次の日ね、またね、寝た時にね、さらに次の日起きたらね、なんかね、殺人事件のように血が出ててね、それまで記念に写真撮ったんですけど、どんだけ血が出てるか写真撮ったんですけど、結構やべえみたいな感じで、ちょっとね、右手動かすだけで痛かったんですよ。かなりパキってきそうだったんで、しばらく動かしてもできなくて、で、私としてはね、いろんなパターンを考えなくちゃいけなくて、これ乳がんだったらどうしたらいいのかって、もう家の退去はね、10月31日までで決まってたんですよ。でもそれ以上伸ばせなかったんです。いろいろ交渉したんですけど。そしたら私、毎日乳がんだったら家がないのに治療しなくちゃいけなくなるじゃないですか。どうしたらいいのと思って、そしたらでもマンスリーマンションなんか借りてる場合でもないし、なんかそれも辛いし、なんかゲストルームとか、なんかシェアハウスとかいろいろ考えたりですとか、もうどうしたらいいんだろうとかいろいろ考えて、そうで、なんかいろんなパターン考えて、あと、本当にいろんなパターン考えまして、で、毎日乳がんじゃなければ出発できるけど、もうどっちかわかんないから、動きようがないって言うんですか、どこまで予約していいかもわかんないしってなっちゃってまして、すごい大変だったんですよね。で、しかも右手がね、動かせないから、なかなか掃除も進まないですし、いろんなことが進まなくて、ものすごいね、何パターンも頭の中で考えてね、すべて手配してたんです。一応。仮押さえたくさんしてて。で、私はね、最終的に行き着いたのが、さらにね、このね、精密検査の結果っていうのが最初ね、21日から23日ぐらいに出るって言われてたんですよ。で、それで1回行ったのに、実は1回で結果が出なくて、で、私2箇所やったからね、1箇所は良性でしたって、もう1箇所はね、悪性の疑いがあるからね、染色体検査にさらに進みましたみたいになっちゃって、早くしてよみたいな、私ちょっと家の退去、もう間近なんですけどどうしたらいいんですかって感じになってまして、で、本当にね、最終的な結果出たのがね、もう26だったんですよ。26ですよ、30出発なのに。ビビりません？でもどうしたらいいのって思って、で、結構その飛行機もギリギリちょっと遅くまでしたりですとか、あと引っ越し、もうすでにね、私トランクルームとかね、引っ越し業者の手配もしてたんですけど、その方たちにも事情を説明してすごいね、良心的なところだったので、わかりましたって言って、かなり待ってくださったりですとか、特別対応してくださったりとかして、本当にギリギリまで動けなくてね、大変だったんですよね。で、私がね、その時でいろんなパターンを考えたんですけど、最終的に思ったのが、もうどの道ノマドしようと思ったんですよ。乳がんだろうがノマド。で、乳がんじゃなくてもノマドっていうことにね、決めたんですよ、途中から。もう、瞬時に決断しないと間に合わないと思って手配がね。だからもうね、1分1秒ね、もうもう1分1秒余裕がなかったんですよね。で、あらゆるパターンを考えて、そのね、乳がんのね、おすすめな病院とか調べたらね、第4位にね、鹿児島のね、相良病院ってところがいつも出てくるところがあって、結構良さそうだったんですよ、電話の対応も。で、埼玉のね、埼玉県立がんセンターっていうのもね、結構良かったんですけど、埼玉近くだからね、行けるけど、家だったら、今の家だったらね、行けたんですけど、前の家だったらね。でもわざわざね、家出るのに、また埼玉とか思ってね、それも微妙だし、で、わざわざその治療もね、結局難しいところが、万一乳がんだった場合に、さらにその乳がんの性質をね、調べなくちゃいけない、さらなる検査があるみたいで、それがね、11月のね、半ばぐらいまでかかるとされたんですよ。でそこまでいかないとどんな治療方針するかわからなくて、例えば抗がん剤やるかですとか、手術だけで済むのかとかわかんないし、期間もね、わかんないって言われたんですよ。治療の期間が。
でそうするとね、例えばあまりに長いんだったら、変な話、また引っ越ししてね、普通に敷金、礼金とか払って引っ越すのかって感じになっちゃったんですけど、でその場合ね、わざわざその、敷金、礼金払って、しかも、1年以内にね、引っ越しして1年以内に退去すると結構違約金みたいなのかかるじゃないですか。そんなのやってらんないなと思って、わざわざこんな近場でね、引っ越してね、意味わかんねえと思って、そんなことはやりたくないなと思ったんですね。それだったら、本当にシェアハウスですとかいろいろ考えたり、でもそんなね、ね、知らない人とね、その治療してる間にね、知らない人と一緒に住むのも微妙だし、で、やっぱり感染とかね、やっぱ結構病院でもね、コロナとかインフルエンザ増えてきてるって言われてたので、そんな時にわざわざ一緒に誰かとね、知らない人と住むのもストレス溜まるだろうしね、良くないなと思ってて、どうしたらいいんだろうとかすごい思ってたんですけども、で、その時にやっぱり考えたのが、第4位に鹿児島の相良病院っていうのがあったのでね、とりあえず相良病院を仮押さえしたわけですよ。まだ結果出てないんですけど。で、ちょっともし私が癌だった場合はそちらに手術させていただきますみたいな仮押さえでね、先生から紹介状書いてもらいますって感じにしといて、もうとりあえずじゃあ九州行こうって決めたんですよ。もう時間ないから。とりあえず最初は九州行こうと思って、毎日ね、乳がんじゃなかったら九州でまずノマドすりゃいいじゃないですか。で、乳がんだったら九州でノマドしながら治療しようと思って、で、大体手術するまで、1、2ヶ月ぐらいかかると思うんですよ。待ってる間に。その間しょうがないから、じゃあ大分で温泉でも入って癒されるとかね、遊んで待って、で、ちょっとノマドしながらね、手術待ってとか治療するしかないなと思っていたんですね。面白くないですか？旅をしながら遊びながら治療するっていうね、動画を作ろうかと思ったんですけど。で、そしたら私もほら九州行ったことほとんどないんで、ちょっと楽しいでしょうし、で、九州だと多分物価が安いと思うのでね、で結構お試し移住の施設が多いんですよ、九州って。そうするとね、すごい安くね、あまりこだわらなければ泊まれるところがあったりするので、もう最悪なんとかするしかないと思ってしばらく住むとかしてね、と思ってたんですよね。ということでね、本当はね、もし私が乳がんだったら、ちょっと怖いっちゃ怖いけど、別に早くね、治療すれば、ちゃちゃが治療すればいいと思うんですよ。母親の場合はね、結構怖がりなんで、なかなかね、しこりがあるのにね、行かないでね、結局大変だったんですけど、私かなりね、素早く対応するタイプなんで、ね、むしろね、経過観察でいいっていうのに最初にね、もう検査して、めっちゃちっちゃいやつでもすぐやっつけてやるみたいな感じでね、思ってましたので、そしたらね、別にいいじゃないですか。早めの治療が大事だと思いますのでね。もちろんね、これで、結果としてはね、良性だったんですけども、来年ももちろん検査をしてね、一回大丈夫からって、もう今後も大丈夫ってことは全然ないので、もう一生ね、気をつけていきたいと思いますし、食事とかもちろんね、運動とかね、ちゃんとやってますけども、なかなかね、やっぱりこういうのはね、難しいところもありますのでね、ちゃんとね、管理していきたいなと思って、ちゃんとね、ならないように気をつけたいとは思っています。だからね、私がね、最悪毎日で乳がんだったらね、乳がんだけどノマドみたいな、旅をしながら治療するとか、遊びながら治療するってタイトルでやろうかと思ってまして、そう、楽しく明るく治療みたいなね、そんなやつをね、出そうと思ってたんですけど、そうならないで済んだんですけども、それもちょっとね、面白かったかなと思ってます。面白くはないかもしれないですけどね。結構本当に抗がん剤とかになってくると、もうそれどころじゃないらしいので、気持ちも沈んだりとか、あと気持ち悪くなったりとかするらしいのでね、ちょっとそういう楽しさはなくなるかもしれないですけど、ね、そんな感じでね、ちょっと新しいね、ライフスタイルとか新しい治療スタイルもどうかなと思いました。抗がん剤はね、いろいろ悪い噂を聞きますので、私もなるべくやらない方向だと思いますけど、なったとしてもね。またね、どんどん医療も変わってくると思いますので、とりあえず今回は大丈夫だったということでね、思いっきりね、ノマドをしていきたいと思います。夏ぐらいから、海外行きたくなくなってたんですよ。なぜか知んないけど。ちょっと海外じゃなくねと思ってまして、で、予約してなかったんですよ。なんやかんやと。もう準備しなくちゃいけないのにと思ってたら再検査来たんで、だからやっぱり最初海外じゃなかったのかなと思ってね。とにかくね、よくこなしたなってぐらいのね、10月も凄まじい、嵐のような嵐レベルじゃない、もっともっとトルネード的な感じのね、凄まじさで、やっとね、ちょっとすでに出発しまして、今私実はある地域にいるんですけども、最初は日本にしました。というのは最初のね、万一乳がんだった場合に治療しなくちゃいけないっていうのがあったので、初め海外と思ってたんですけど、まずね、日本にしたんですね。いきなりね、実はね、私今、九州にいますが、九州のどこでしょうか？これは後でね、後のお楽しみにしておきたいと思います。皆さんぜひね、予想してね、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。今後の動画でね、ぜひね、楽しんでいただきたいと思います。と
ということで、これからですね、私、旅ライフするので、ぜひ皆さんね、ここの場所いいよとかね、この地域おすすめだよとかね、このお店いいよとか、ホテルとかもそうですけど、あと滞在場所とか、ぜひね、何かあったらコメントしていただけるとありがたいです。もう実は私、12月の半ばぐらいまではね、もう決まってますの、どこに行くのかね。で、いろいろね、会う人とかもいますのでね、それもね、ぜひね、動画でね、楽しみにしていただきたいと思います。で、その後実はね、まだ全然決まってなくて、どうしようかなと思ってるので、何かに皆さんぜひね、12月以降におすすめの場所とかあったらね、教えていただきたいと思います。ここいいよとか、この季節ここいいよとかね、なんかあったらね、ぜひね、コメント書いてください。ということでね、一緒にぜひ皆さんもね、楽しんでいただきたいと思います。それではワクワク大冒険、一緒に楽しみましょう。